7つ年上の優しい姉薫は直志を可愛がり、直志も中学に入るまで姉の横で寝るなど姉に甘えて育った。学業優秀でおとなしい兄岩尾を慕い、妹たちを可愛がり、兄弟を思いやる子供だったが、一歩外に出れば怖いもの知らず、兄が喧嘩に負けて帰れば相手が年上であろうと敵討ちに向かい、近所の猛犬と乱闘してナイフで突き殺したこともあった。一方、勉強好きで角田中学校入学の成績は1番。背は低いが横幅のある体育で運動神経抜群。やることが奇抜で豪快。増水した川を泳いで渡る無鉄砲。喧嘩をすれば絶対負けない根性を見せ、誰かの決めた規則に従うことを嫌う菅野の姿は、同級生や後輩から絶大な人気を集めた。もともと読書好きだったが、特に石川啄木に傾倒。文学サークルを作り、友人と文学を語り合う時間を大切にした。自分の短歌を河北新報の文芸欄に投稿、入選する作品もあった。啄木は自分のような人間だったのではないかと考えるほど、文学と啄木を愛し、おぼろげながら文学の道を夢見ていた。1937年、大学を目指し勉強に励み、進学組に進んだ中学4年。兄や妹の進学と自分の進路、家計への負担を考え始め、兄に大学進学を勧め、自分は文学への思いを封印。軍人になる決意を固めた。大陸では7月に盧溝橋事件が起こり、くすぶっていた火種は燃え広がろうとしていた。1938年、中学5年、軍人になると言っても、陸軍や海軍に思い入れがあるわけでもなく、陸軍士官学校と海軍兵学校両方を受験。陸軍士官学校は155、6センチの身長のため不合格。菅野は特に気にすることもなく、合格した海軍兵学校に進んだ。日中戦争長期化で海軍は士官の早期大量養成を必要としていた。翌年春予定の第70期の入校を12月1日に繰り上げ、菅野の学生生活は慌ただしく終わりを告げた。海兵70期には関幸夫、角田中学の同級生小島光三もいた。1941年11月15日卒業。少尉候補生として戦艦春名乗船。続いて戦艦扶桑配属。1942年6月1日、少尉任官。同日、第38期飛行学生を拝命。霞ヶ浦航空隊入隊。練習機協定に入り、1943年2月、実用機協定を終了。菅野は同期36名と戦闘機専修飛行学生として大分飛行隊に入隊し、延長教育。同期には後に343空で同勤する林慶次郎がいた。菅野を担当した飛行教官は海軍兵学校1年先輩、同じ分隊だった岩下邦夫中尉で、訓練生は教官との模擬空戦で簡単に後ろを取られ、全くいいところがなかった。菅野は何とか教官の後ろを取る方法はないかと考え、時期を岩下教官がぶつかると思うほど接近させ、危険を感じた教官が操縦桿を緩めた隙に背後を取った。射撃訓練でも命中弾を増やす方法を考え、曳航された標的の吹き流しギリギリの射撃で
優秀な成績を収めた。飛行訓練では他の訓練生が垂直旋回を訓練中、教科書で読んだ宙返りを一人勝手に習得している。大分航空隊真ん中の滑走路はコンクリート製で距離も短かった。訓練に使われる96式艦上戦闘機は着陸客の間隔が狭く、ブレーキが甘かった。真ん中の滑走路は事故防止のため学生の着陸は禁止されていた。菅野の怖いもの知らずは相変わらずで、96式艦船でその滑走路に着陸を挑んだ。96式艦船は横転。逆さになった機体は火花を散らしながら横滑りを続けた。押し付けられた操縦席は滑走路に削られているように見えた。最悪の事態を思った教官と学生は機体に駆け寄り、無事を祈って操縦席を確認した。が操縦席は無人で、菅野は離れた位置から笑みを浮かべて教官たちの様子を眺めていた。菅野は機体転覆の瞬間、滑走路から頭部を守り、後期を見て素早く脱出。かすり傷だけで大事故から生還した。大分航空隊飛行学生の間に、菅野が破壊した機体数は4から5機と言われる。当時は航空機より搭乗員が大切にされていた。とはいえ、高価な航空機を次々と破壊したことで、菅野デストロイヤーと呼ばれ、その悪名は他の航空隊にまで知れ渡った。1943年9月15日、大分航空隊で実用機協定を終えた飛行学生37名は、陸上組、母艦組に分かれ、さらに訓練を重ねた。菅野は陸上組、厚木航空隊付きとなり、操縦技術と統率力に磨きをかけた。菅野は第一航空艦隊所属、初代343海軍航空隊はやぶさ部隊分隊長を拝命。はやぶさ部隊は最初の局地戦闘機部隊で、搭乗員64名中、熟練搭乗員は少数で、分隊長は実戦未経験、養成を終えたばかりの菅野たち。隊員の多くは公費10期生、予科練の休息要請を前年6月、練習機短期訓練を3ヶ月前に終えたばかりだった。配備予定の試電は生産遅延、ほとんどがゼロ戦で編成されていた。しかし、消耗激しい海軍航空隊の中で、はやぶさ部隊は有力な部隊とされた。